今回は日替わりレリックの優先すべきキャラをランキング形式で紹介していくぜ。ロスワの最強キャラクターが集まるレリックキャラはどれも優秀と聞くので、誰を優先すればいいのかわからなかったのでよろしくお願いします。エンジョイ勢のつけたランキングだけど、ぜひゆっくり楽しんでいってね。まずはじめに紹介する優先すべきレリックランキング第7位はレリック冷戦だぜ。あんまり聞いたことないけど、冷戦ってどうなの？宇宙の中で一番環境が整った銀行燃焼が最近強化されていて、そのアタッカーに入るスペックを持っているんだ。まず能力は有利属性から与えるダメージを 33% アップを持っているので、後で紹介する弱点付与のかぐやと相性がいい。また結界異常燃焼帯電の結界1枚あたり攻撃バフが乗って強化し、ブースト使用時、味方全体の炎光を1段階アップという炎光サポートができるんだ。結界で火力アップにブーストで炎光アップは優秀だわ。スキルについては味方全体の炎光を2段階アップ 4T と 5T という持続が長い炎光バフ2つ持っているのが有能。結局冷戦だけでスペルカードも合わせて炎光1ターンで9段階配れるんだ。攻撃式の鏡案。しかも持続ターンが長いのが偉いわ。またデバフに関しては相手全体のクリティカル防御3段階ダウン 4T、相手全体に結界異常燃焼を3枚付与 3T といったような優秀なデバフも持っているよ。そして自身の炎光2を1段階アップ 2T もあるため、上限を超える炎光を伸ばすことが可能。またデバフに関しては相手全体のクリティカル防御3段階ダウン 4T、相手全体に結界異常燃焼を3枚付与 3T といったような優秀なデバフも持っているよ。さらに味方全体の霊力を 0.75 上昇という霊力配布も可能なのも魅力的だな。能力とスキルはかなりのハイスペックですね。しかしこの順位ということはスペルカードに難があるのかな？スペルカードは強い点もあれば調整されているところもあるんだ。単体スペルカードは非常に優秀で広い特攻を持ち、燃焼ブレイク性能は一級品、威力は歴代でも高い位置にあるぜ。しかし全体スペルはブレイクができず、特攻範囲も狭めと調整されているんだ。全体ブレイクができないのは結構でかいですな。だからスキルなどが有能だけど、あんまり話題にならないのね。ただラスワの火力は素晴らしいもので、特攻範囲は広く 100% 高質弾、100% 残裂弾という実質 200% の倍率弾を持ち、いい火力を叩き出せるよ。ブレイクもちゃんとあるし、なんといっても月属性で構成されているからかぐやの弱点付与と相性いいのよね。ああ、サポート性能としては一級品だし現在の環境と相性がいいので入れさせてもらったぜ。続いて紹介する優先すべきレリックランキング第6位はレリックかなこだぜ。白フェスキャラと相性いい性能になってそうだし気になりますよ。古いキャラなだけあってポテンシャルは最近のものと比べると若干劣るんだが、2022年最強を飾っただけあり、性能としては素晴らしいものを持っているんだ。まず能力は有利属性に与えるダメージを 30% アップを持っているのが優秀。かなこ様は木属性持ちなのでレリックゆゆこの弱点付与と相性がいいのよね。そして驚愕なのが結界異常燃焼であらゆる面を強化できることだ。毒付与で強化がないのは残念だけど、編成に組みやすいし、相手に巻かれても安心なのでいいね。そう、3種の結界異常で別々のバフが入るわけなんだが、燃焼なら攻撃関連、凍結なら防御関連、帯電関連なら速力、命中、回避等が上昇するという、あらゆる面を強化することができるんだ。全方面能力もえげつないけど、状態異常にも強いから仲間に状態異常をばらまくキャラでも編成できる組みやすさが高いのは偉いわ。次にスキルとサポート性能なんだけど、スキル1で味方全体の火力バフを3段階上げることができて、相手に結界異常帯電3枚付与することができるんだ。帯電は相手の回避が低下させれるので、安定してダメージを稼ぐことができるから、火力バフとの相性が抜群なんですよね。そう、しかもまあまあな確率で相手のターンさえも奪うという効果を持っていて、結界異常の中でも優秀な状態異常。さらにスキル3で自身に燃焼付与でクリティカルと陽光がさらに3段階アップ。このクリティカル強化が良くて、かなこ様は特攻範囲が広いのでクリティカルの発生率が高いので高火力を叩き出せるんだ。そして単体スペルカードは非常に有能で、単体だが毒を負けて、相手全体の防御を低下させれるんだ。つまり単体スペカでもブレイクが可能なのか。もちろん全体でもブレイクが可能と、ブレイク性能は現在でも一級品。属性も土一色だしね。さらに攻撃効果の 75% でスタンという超高確率スタンが発動。単体相手なら相手のターン来ることないじゃん。例えると、ポケモンのマヒとヒルミと混乱攻撃するグルライの凶悪コンボ。だから相手の行動を減らすという面でも有能。しかもロスワにはブレイズがあるからスペカを全て打ち切る前にやられることはなさそうだ。霊力補給もできるのでとりあえず一発目はこの大砲を撃っておくといいだろう。綺麗な花火だ。全体スペルも帯電を全体に3枚付与できて、
そこそこ高い 80% 高出弾を持ち、特攻範囲も広いので火力が乗りやすい。ラスはモバフとデバフがモリモリで範囲の広い特攻、100% の高出弾でそれなりにいい火力を出してくれるぜ。さらに白フェスカナコ様により陽光防御タイプが大幅に強化されたことでその中の一人として活躍ができる。また後で紹介するレリックユユコの木属性パーティーとしても活躍ができたりと、現在の環境に適しているのが大きいな。カナコはクリティカル攻撃を初手から8段階アップまで引き上げられるので特攻火力もとんでもなく、非常に幅広い敵に大ダメージを与えられるんだ。最近は陽気高出弾が強い環境なのでレリックユユコを取って、このカナコ様を天井で交換するみたいなのにちょうどいいぜ。周り人気投票トップ20がいるのにセンターもらってる。未来の人気投票1位だからです。続いて紹介する優先すべきレリックランキング第5位はレリックレイムだぜ。レリックレイムは使っている人よく見かけますよ。まずレリックレイムの能力を見ると、2つのダメージ軽減を持っているがあまり恩恵がない。ただ結界異常毒切りの結界1枚あたり攻撃面強化で結界異常燃焼暗闇にかからずに霊力を 0.20 上昇はとても魅力的。陽光キャラは毒を負ける子が多いのでバフに変換できるのは偉いですよ。そしてこのレリックレイムの真骨頂とも言えるスキル1の異界接点。味方全体の命中を3段階アップにてい。味方全体の速力を2段階アップにてい。味方全体に結界異常毒切りを1枚2枚付与1てい。ほう、レリックにしては別にパッとしなくない？持続ターンも短いし。これ実はエグいのよ。まず味方全体に毒付与なんだが、これで能力とのコンボで陽光、陰光、クリティカル攻撃、クリティカル命中が2段階アップができるんだ。レリックレイムは自身に毒付与状態ならばバフがかかるんだったよね。さらに味方全体の命中を3段階アップにて味方全体の速力を2段階アップにてがあるから、実質6つのバフがかかってあるんだよ。このようにかなりの恩恵があるバフなんだがなんと、再使用ターン数はたったの1。つまりそれって、毎ターンスキルが使用可能。なので常時陽光、陰光、クリティカル攻撃、クリティカル命中が2段階アップに加えて、他2つのバフは2ターン持続だから上乗せで無限に上昇するんだ。即座に6つもバフをかけれて常に命中と速力アップは強いよ。他のスキルでは味方全体の結界を2枚増加を持っていて、能力のグレイズと合わせればさらに火力を伸ばせれるぜ。さらにスペルカードはどちらも味方全体に霊力を回復も持っているから常に味方をフルブーストにすることが可能。味方全体に霊力配布はマリサではできないので優秀よ。さらに火力面は1年3ヶ月ぶりに白小石以来の、究極的火力全体攻撃スペルを持ったキャラクター。このスペルカードは初段にある。相手全体要防1相手全体の陽気防御力を 100% の確率で1ランク下げる3ティ。相手全体陰防1相手全体の延期防御力を 100% の確率で1ランク下げる3ティ。といった効果があり、それに加えて燃焼付与の効果で炎防がさらに下がることでデバフが上乗せされて、爆発的なデバフ、また能力の遠攻撃と陽攻撃アップによって超絶的な火力を叩き出せるのよ。なるほど、このレイムの全体スペカは引用両党だから燃焼付与のデバフもちゃんと乗るんだ。超広範囲特攻に加えてクリティカル倍率&デバフと 110% の残裂弾から出る火力は究極と言えるものだ。ラスワに関しても 222% 残裂弾が備わっていて、爆発的な火力を出しやすい。このようにとんでもないバフとデバフ性能の高さに加えて妖怪神様人間並行存在黒幕という超広範囲な特攻を持ち、スペル2による通常全体スペル火力が強力なことが最大の差別化点と言えるぜ。さらに最近のレリック限定キャラらしくブレイク力も高いため、火力、ブレイクサポートの3拍子揃っているぜ。とはいえ後で紹介するマリサよりも若干デメリットがあるのでこの順位になったぜ。ロスワはマリサを売りに従っているから仕方がないね。やめた発言すぎでしょ。続いて紹介する優先すべきレリックランキング第3位はレリックユユコ&かぐやだぜ。ほう、まさかの同着なんだ。今までなら編成しやすいユユコの方が上だったんだが、現在陰光付き属性もそこそこ出て将来的にも期待できることから同着にしてあげたぜ。まずユユコから紹介するぜ。能力の有利属性に与えるダメージを 30% アップがあるんだがユユコは弱点付与持ちなので相性がいい。そして結界異常毒切り凍結の結界1枚あたり防御面強化。さらにブースト使用時、味方全体の命中を1段階アップ。そして注目すべくがスキル。スキルの中で一番の注目はスキル3。こちらではなんと、相手全体に貴属性の弱点を付与があるんだ。つまりどんなステージも適正にしてしまうというとんでもスキルです。特にブレイクが必須なコウマ塔や、ブレイクがないフクレイなんかとも相性がいいスキルで重宝されているんだ。このスキルを貼り付けて最大火力で殴れば簡単に相手が解けるという脳死でも最強スキルだからマジで有能ですよ。また木属性は優秀なキャラが多く青レイムや白小石など強力なキャラが多いため編成も楽しいしね。しかし調整されている部分もあり陽光バフ量が極端に少なめに設定されているんだ。なので火力バフは他のキャラに任せることになるのね。しかしその他の性能はレリックでも最上級クラス。このユユコはスキルやスペルカードで相手の要望でバフが行えて、しかもスキル1なんかで相手全体に結界異常毒切りを3枚付与が可能。
そうか、毒斬りはスリップダメージだけではなくて相手の要防御を下げる効果もあるんだ。なので超絶的なデバッファーでもあるのよ。しかも今らなら1ターンで要項を10段階まで持っていける最強の支援が現れたしな。さらにブレイク性能はかぐやと違って弱点付与がブレイクと両立できない関係性になっていないので 2T で7枚のブレイクもできるんだ。また全体スペカは特攻は狭いがクリティカル率が高い&全バレットに共通特攻弾、倍率の高い残裂弾と硬質弾を用い火力を出せるんだ。ラスはもかなりの火力を出してくれるのでめっちゃ強いよ。刀なんて使わなくとも殺せるのにこの火力。今なら高難易度チャレンジで属性チェンジされてもユユコがいれば弱点付与で対策ができるので必須になってきますよ。続いてレリック蓬莱山かぐやも見ていこう。2023年8月31日開催の新しい時代のゲット版焦点レリックお祈りで初登場したキャラクターです。このレリックかぐやも注目すべく点はユユコと同じ敵に弱点を付与するという能力を持っていること。ブレイクのしやすさも上がる上に、火力が出しやすくなってやはり弱点付与は強いですよ。しかしかぐやはそれだけではなくスペック的にも優秀。能力はユユコよりちょっと高い有利属性から与えるダメージを 33% アップを持っていて、よく仲間に巻かれる燃焼と帯電を防御に変換が可能。スキルは霊力上昇や、自身の防御アップ、デバフもあり無難という感じですね。ただかぐやは1ターンで10段階まで防御力アップでき、硬質弾の威力を最大まで上げることも可能だぜ。スペルカードはユユコと違って広い特攻を持っていて、それなりに高い硬質弾も入っているから火力は出るぜ。またブレイク性能も一級品で、2ターンで7枚の自己完結燃焼結界ブレイクが可能なんだ。ただサポート性能は全然で、また霊力回復も少し乏しいので支援キャラは必須になってくるな。またはかぐやの火力を捨てて、支援特化の装備にするのもいいかも。月属性インコーはこれからかなり強化されるのではと思うし、持っておいて損はないぞ。では次に紹介する、優先すべきレリックキャラランキング第2位はレリックマリサだぜ。速力のド定番キャラクター、とんでもないほどパワーファイターとは聞きますけど、どれほどのものなのか知りたいです。マジで火力がとんでもなく、東方ロストワードナンバー1クラスの最強アタッカーなんだ。まず能力については、結界異常燃焼暗闇の結界1枚あたり攻撃面がアップ。毒斬りにかからずに霊力を 0.20 上昇とよく仲間に配られる結界異常をバフに変換が可能。一応ブースト使用時に味方全体の回避を1段階アップとグレイズで速力アップができるのね。そしてスキルとサポート性能については、スキル2が有能で、味方全体の速力を4段階アップ 3T、味方全体の命中を3段階アップ 3T、味方全体の霊力を 0.50 上昇。そして再使用ターン数がなんと驚愕の2ターンときた。簡単に味方の10段階まで持っていけるのは有能だわ。なんと速力を4段階アップの上に無限上昇ができるんだ。地味に命中率もアップできて、霊力もバンバン回復できる強スキル。速力が高いほど威力が上がる残裂弾が222は半端ないって。その言葉はもう幻想郷入りしてます。これが超火力の理由で、どんどん力をつけていくんだよ。さらに、なんと、燃焼を巻いて相手全体のクリティカル防御を3段階ダウンできるスキル1も再使用ターン数が2。相手にデバフを与えつつ自身に燃焼を付与で攻撃面強化ができて再使用2ターンは強い。そしてこのマリサの真骨頂であるラスワの 222% 残裂弾。これとランク2バフと広範囲特攻が合わさった火力は最強クラスと言ってもいいだろう。つい最近までナンバーワンと言ってもいいラスワでしたが、はるかに上回る化け物が 4.5 周年に登場しました。さらにブレイク性能もトップクラスのものを持っているんだ。スペルカードに恋夢フスクエアスパークの燃焼3枚付け &2T で再使用可能なスキルで燃焼3枚付与で1ターン6枚割り。また再使用ターン数が2ターンなので何度でも割れるのが強いよ。このようにブレイク性能もこれまたゲーム最上級。スペルカードも妖怪特攻持ちで攻撃力も高いし優秀だ。このようにレリックマリサはマリサらしいどんどん力をつける超パワーであり、しょっぱなでも火力が高いのに、戦闘が伸びれば伸びるほど有利になるというとんでもキャラなんだ。周回でも高難易度でも使えれるのでこれは持っておくと重宝しますよ。さてラストに紹介するのはロス和会の中二病担当、茨城河川だぜ。腕に包帯で刀を持ち、暴れる鬼を抑えるって亡者ガン使いやん。そんな河川の性能は能力がまず攻撃力特化なのが強い。結界異常燃焼暗闇の結界1枚当たり陽光、陰光、クリティカル攻撃、クリティカル命中が1段階アップ。ブースト使用時、味方全体のクリティカル攻撃を1段階アップ 1T。といったように、火力面を大きく強化できるんだ。ブーストで味方全体のクリティカル攻撃を1段階アップってところから壊れてます。そう、なんといってもこの河川は蓄積ススキル上の影響で霊力配布が非常に強い。なので常にフルブーストをかけやすいし、特攻範囲も広いので相性良すぎ。そしてこの河川の筆頭すべき特徴は味方全体に 20%× 残存霊力に応じた倍率のダメージ増加という史上初の補正をかけられること。つまり霊力を余らせれば余らせるほど壊れるということか。一見条件が厳しく見えるが、この河川はスキルに2つの霊力回復スキルを持ち、スペルカードには全て霊力回復が可能。しかもスペルカードでさえも、単体で 1.7 回復、ス
スペルカード2で霊力1全体回復が可能なんだ。このように1ターン使えば確実に霊力最大の霊力5までたどり着けるし、編成次第ではバトル開始時に霊力最大5までいけるかもしれない。となるとかける20% ってことは 100% アップ。つまりダメージが2倍の増加する。これが3ターン持続もするのでめちゃ強い。その他性能面も優れていて陰光線931とそこそこ高く、ちゃんと燃焼が負けるという、有能っぷり。このステータス配分、謎すぎ。ブレイクに関しても1ターン6枚割りなので十分すぎる性能だな。このように、霊力回復と圧倒的ダメージアップが得意なキャラなので永遠戦線も使用率が高すぎた。ほんとどこに連れて行っても大活躍だわ。また特攻の範囲に関しては一つ一つが広いわけではないけど数が多いので何かしらで当たることは多いと思うぜ。また敵全体に確率だけどスタン付与という高難易度にめちゃくちゃ有効な状態以上も使えて強い。これ全体スペルカードで使えるので全体に高確率スタンを2回使えるわけだから鬼すぎですよ。このようにスペックは最上級かつ、覇権を握るスキルを持っていることから今のところ白フェスを除けば最強は誰かと聞かれたら間違いなくこのレリック河川だな。さすがは暴走する腕を受け継がれし S 級妖怪だわ。とりあえず日替わりで引くのを迷ったら河川と思ってくれていいぜ。それにしても今回の授業でどんなキャラが強いのかよくわかったのですごく勉強になりましたよ。どんなキャラを育てればいいのか分かってくるし何回も見直しておくといいぜ。さて、今回はここまで。視聴者さんがよく使うレリックキャラがいればコメントで教えてくださいね。また最新のアップで情報も紹介しているから見るといいぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。